今回はタロットカードの小アルカナワンドの女王のカードの意味をもとにお話ポンが独断と偏見で現代調にアレンジしました。どうぞ最後までお楽しみください。それではシリーズタロットカード物語アルケミアより第24話スタートです。カード名ワンドの女王。俺の名前は友也。俺には特技がある。それは絶対的な分析力だ。人とちょっと話しただけで相手の性格がわかるし、どう話をしたらうまくコントロールすることができるかがわかるんだ。この特技のおかげで俺は今まで多くの難を逃れてきたし、相手を俺の意のままに動かすことができた。学生の頃なんかはちょっとしたことでいじめの対象になるものだが、俺はいじめに遭うことがなかった。いじめてきたやつがいたら、どの程度力を誇示すれば相手が態度を改めるかが分かったからだ。社会に出てからもそれは変わらず、俺は同僚の中でもボス的存在になっていったし、上司との折り合いもよく出世街道に乗ることもできた。そんな俺には彼女がいたし、結婚も考えていた。だから別に出来婚でも問題ないと思っていたが、できてから彼女が言ったのはとんでもないことだった。うちの親、出来婚なんて絶対に認めないのよ。なんで今さらそんなことを言うんだよと思ったが、言ったところで後の祭りだ。殴られに行くか別れるか。しかし彼女は俺の理想の女性だ。別れるなんてとんでもない。何せ古風な考え方の女で、結婚に向けて料理の教室に通い、縫い物ができないと困るからと洋裁のスクールにも通っている。生け花は当たり前のようにできて、知識も豊富ときている。しかも今時珍しく家庭的だ。俺とデートしない休日はどう過ごしているのかと質問すると、朝は遅くとも8時には起きて掃除に洗濯を終わらせるわね。午後は母と買い物に出かけて、時間があれば庭の手入れを手伝ったりしてる。夕方には母と夕飯の支度をするわ。夜はのんびりと読書をしたりしているけど、というものだった。友達と遊びに行くことはないのかと聞くと、もちろんあるが、決して遅くなることはなく、次の日に支障を残さない程度の時間には帰宅するらしい。こんな女を嫁にもらったら、安心して仕事に集中することができるというものだ。ということで、俺は彼女の腹がでかくなる前に、彼女の両親に挨拶に行くことを決めた。もちろん手土産を持って神妙な面持ちを崩さずにだ。彼女の家に着き、両親に会うと、これは面倒なタイプの人間だとすぐに分かった。だがどうしたら相手の気持ちを軟化させ、俺のペースに持っていくことができるのかと計算することができた。このタイプの人間は適当に流すなんてことはしない。ならば先制攻撃だ。俺は玄関先で土下座した。相手は何で土下座しているのかもわからない状態だが、俺は頭を下げながらも相手の反応を見つつ言葉を選んだ。その言葉の中に、彼女と結婚したいこと、彼女のお腹の中には俺の子供がいること、必ず彼女を幸せにすること、などなど。とにかく相手がこれから聞いてくるであろうことを盛り込んで、真摯に真剣に言葉を並べたわけだ。その結果、今彼女は俺の横で妻として日常を送っている。俺にかかればこんなもんさ。どんなに面倒なやつでも俺なら簡単に味方につけることができるんだ。
さて、結婚して5年。俺は若くして課長というポジションにいるが、妻も妻の両親もそんな俺と結婚してよかったと喜んでいる。この若さで課長なんだから、そりゃそうだろうさ。このままいけば必ず部長になるだろうし、そうなれば生活にも困らない。妻だって今では仕事も辞めて専業主婦だし、子供も2人目が生まれて絵に描いたような幸せな家族になっているんだ。中古とはいえマイホームを購入することもできたし、妻からしたら何も文句はないだろう。しかしこれだけ平和な生活をしていると、男本来の狩猟の血が騒ぐもので、俺は営業先の社員といい関係になっている。彼女の名前は夏美。俺より3歳下だが割り切った考え方をしている。結婚なんて全く考えていないし、家庭に入ってぬかみそ臭くなるなんて冗談じゃないと言っている。世の奥様方は子供を産んで女を捨てているのよ。私はそんなのは嫌。いつまでも女性でいたいし、美しくいたいの。だから結婚して家庭に入るとか、一人の人に束縛されるなんてごめんだわ。自由であり続けたいの。と何度も話していた。俺からしたらそれこそありがたい話だ。浮気をして家庭崩壊なんてそんなことはしたくない。だが浮気はしたい。男なら誰でもそう思うだろう。だから俺は安心して夏美との成就を楽しんでいる。そんなこととは知らない妻は、俺の帰りが遅くなっても疑惑を持つこともなく、いつも変わらずに子供の面倒を見ながら俺の帰りを待ってくれているわけだ。それもこれも俺の特技のおかげなんだが。というのも、一般的に浮気をすると妻に優しい態度をとったり、普段とは違う行動をとるものらしく、そのせいで浮気がバレることがあるようだが、俺は絶対にそんなことはしない。プレゼントだって誕生日と結婚記念日以外にはしないと決めているから、それ以外にプレゼントを渡すなんてことはない。家族サービスも必要に応じてだ。子供がどこかに行きたいと言うなら行くし、そうでなければ出かけない。夏美とデートしたくなったら、急な仕事ができたからと妻に嘘の情報を流して大手を振って家を出る。万が一妻が疑惑を持ったとしても、どう対処したら妻の疑惑が晴れるかは百も承知だ。そして夫婦の関係が希薄にならないように常に努めている。専業主婦の妻に仕事の話は一切しないのも、万が一のことを考えてのこと。仕事のことを細かく話す男性もいるが、俺はそんなことはしない。仕事のことなんて話しても理解できるはずもなければ、多少でも知識を入れて浮気がしづらくなったんじゃ、俺としてもつまらないからな。そんなある12月、夏美から連絡が来た。それは夏美と付き合って3年目の頃だった。友や、今年のクリスマスなんだけど一緒に過ごしたいわ。LINE で送られてきたのはそれだけ。毎年クリスマスと言ったら家族と過ごしている。当たり前の話だが、クリスマスや正月は家族と過ごさないと怪しまれる。それは彼女も分かっているはずなのに、どうしたことか今年は一緒に過ごしたいというのだ。しかも聞いてみると、なかなか予約の取れない高級レストランの予約が取れたというのだ。それも俺と過ごすために頑張って友達のつてを頼って予約してくれたらしい。だが、クリスマスは家族と過ごすからと返信すると、夏美とは思えないような返信が返ってきた。毎年奥さんとお子さんと過ごしているけど、たまには私と過ごしてくれてもいいんじゃない？俺は夏美の夏美らしからぬ言いようにどうしたものかと思ったが、考えているとまたしても LINE が飛んできた。私は毎年一人寂しくクリスマスを祝っているのよ。それもこれもあなたとあなたの家族のためにね。でも付き合って3年にもなるんだもの。
たまにはクリスマスを2人で過ごしたいのよ。そのくらいいいじゃない？確かにその通りだ。付き合って3年。その3年の間、家族との行事があれば、夏美との約束があっても家族を優先してきた。夏美だってそれでいいと言っていた。だが、クリスマスには妻が手料理を作って待っているんだよ。とは言うものの、これだけ家族を大事にしているのだから、たまには夏美のわがままを聞いてもいいような気もする。そうは言うけど、クリスマスってクリスマスイブとクリスマスと2日あるじゃない？イブに泊まって翌日の夕方までに帰れば大丈夫でしょ？だいたい奥さんの手料理なんていつでも食べられるんだから。ということは、泊まりで楽しもうということか。俺の気持ちは夏美との楽しい夜に傾き出していた。妻には急な出張が入って帰れないとでも言えば納得してくれるだろう。しかもクリスマスの夜までには帰宅すると言っておけば、妻のことだ、大変ねと笑顔を向けてくれるはずだ。俺は分かったよと返信すると、携帯を胸ポケットに収めた。クリスマスイブの前日、俺は計画通りに妻には明日から出張だからと伝えた。案の定、妻は大変ねと笑顔を向けてくれた。これで妻は俺に何の疑念も持たないだろうし、逆に俺が仕事で忙しいと思ってくれるはずだ。妻とはそういう女だ。俺はさらに大胆になり、デートの回数も増えていった。忙しい夫が家で食事をとらなくても、それは何の問題もないはずだし、残業していて腹が減ったから食べたといえばそれで済む。泊まりでデートしても出張だったといえば全く問題がないこともクリスマスの一件で分かっている。こうして俺は正月も夏美と過ごすために家を空け、出張だからといっては秘密の旅行を楽しんだ。家庭的で奥ゆかしい女。そんな女を嫁にしたのは間違っていなかった。俺は結婚向きの女と恋愛を楽しむための女を手に入れたわけだ。こうして春がやってきた頃だった。相変わらず夏美とのデートを楽しんで、身も心も軽くなって帰宅すると、家には明かりがついていなかった。玄関にはもちろんしっかりと鍵がかかっている。俺は不思議に思いながらも家の中に入り、明かりをつけた。今朝はどこかに行くなんてことは言っていなかった。もちろん実家に行くなんて話も聞いてはいない。急に友達と遊ぶことにでもなったのか。いや、妻に限って夕飯の時間を過ぎてまで帰ってこないなんてことは考えられない。俺はいろんな状況を思い浮かべては打ち消していった。まさか俺に黙って他の男と会っているのか。自分が浮気しているだけにそんな考えも湧いてきたが、妻という女を思うとそれもありえないと思えた。それにもしも本当に浮気しているならば、化粧が濃くなるとか洋服の趣味が変わるとか、俺に対する態度にも変化があっていいはずだ。そのどれも妻にはないじゃないか。ということはその筋もありえない。俺はどうしたものかと呆然と考えていた。妻という女が俺の帰宅を待たずにすることは一体。そんな時、テーブルに置かれた一枚のメモが目についた。それは生真面目が形になって現れたような文字の羅列。その内容は今まで俺に一度も疑念をぶつけてこなかったのに、見事に俺が浮気をしていると言ってのけている。そしてメモと一緒に置かれている封筒。開けてみると興信所の調査結果だった。夏美とデートしている姿がバッチリとカメラに収められていたのだ。疑われていたってことか。まあ確かに浮気していたわけだから、疑われていても仕方がないことだが、今まで一度でも
それらしいことは言われていないだけに、妻の宣戦布告のようなやり方に度肝を抜かされた。俺の知る限り家庭的で家庭を壊すことを嫌っている妻がこんなことをするとは思えないのだ。もしかしたらやっぱり妻も俺以外の男に恋愛感情を持っていて、俺の浮気をいいことに離婚しようってことではないのか。そう考えはしたものの、どう考えても浮気しているようには見えない。おかしい。俺の観察眼が鈍ったということか。俺の分析力が衰え、見えるものが見えなくなっているだけなのか。しかしそんなのも考えづらい話だ。今でも初対面の人のことなら何でもわかる。それなのに一緒にいる妻のことがわからないはずはないじゃないか。それに収入のない妻が俺と離婚するはずがない。そんなことをすれば子供たちはどうなる？どうやって生活するんだ？そうだ、これは俺に対する脅しだ。そうに決まっている。きっと浮気をやめないと離婚されるという恐怖を植え付けたいだけで、本気で離婚なんて考えてはいない。数日もすれば帰ってくるだろう。その時に浮気のことは認めて、もう別れたからと土下座でもすれば、すべては丸く収まるってものだ。俺はそう結論づけると、シャワーを浴びに風呂場へと向かった。ところがそれから数日後、俺宛てに届いた封書には、離婚届と親権は妻が取るから養育費を払えという内容の書面が届いた。これには驚きを隠すことができず、俺はふざけるなと怒鳴ると書類を床に投げた。あんなにうまく隠していた浮気がバレたのは仕方がないとしても、子供たちを取られた挙句養育費を払えとはとんでもない話だ。俺は妻に連絡することにした。封書が届いたよ。なんで急に離婚なんて言い出すんだい？俺は努めて冷静に話し出した。俺が強く出れば途端に電話は切れるか、もしくは他のものに変わって話がややこしくなると思ったからだ。あなたはずっと私を裏切ってきたじゃありませんか。まるで私がバカな女で浮気してもわからないと思っているようでしたけど、私にだって分かっていました。妻は冷たい声でそう言った。それならなんで離婚を切り出す前に俺に言わなかったんだよ。さすがにイライラしてきたが、それでもなお俺は冷静さを失わないように声を静めて話した。だが妻の方は相変わらず冷たく、もう他人だと言いたげなものの言いようだった。何度もあなたには忠告していました。でもあなたは笑って流してばかり。それどころか私が言っていたことなんて全く聞こえていなかったじゃないですか。そう言われて思い返すが、どう考えてもそんな忠告はされていないように思える。ところが妻があの時はこう言った、別の時にはこんな言い方をして忠告したと言われると、うっすらと記憶がよみがえり、確かにそんなことがあったと思えた。だが妻が何を言おうと俺は相手にしていなかったのだ。それらはまるで近所の噂話をされているように、全く俺の興味を引くものではなかった。あなたにとって私はその程度だったということですよね。だから仕方がないので興信所に頼んだんです。確固たる証拠があればあなただって言い逃れができないでしょ。だから私が親権を取ることもあなたが養育費を払うことも拒否することはできないんです。俺はこんな話は無効だと言ったが、妻はならば裁判所で白黒をつけましょうと言って電話を切った。俺はまだ言いたいことがあったが、切れた電話に何を言ってもどうにもならない。それに裁判をして泣きを見るのは妻の方だ。妻は結婚してからこっち働いたことがない。無収入の母親と課長の俺、たとえ浮気をしていたとしても
どっちに分があるかは考えなくてもわかることだ。俺はやっぱりバカな女だってことだな、と口に出して言うと、乾いた笑い声を上げた。こうして妻と俺の離婚による親権問題が浮上し、家庭裁判所での争いとなった。お互いに弁護士を立てての戦いは数ヶ月に及んだが、それでも俺には勝つ自信があった。ところがどうしてか親権は妻へと決まってしまい、俺は月に一度子供たちに会える代わりに養育費を一人5万ずつ、子供が大学を卒業するまで支払うことが決まった。俺は納得がいかず、無職の妻に子供を育てることはできないと力説した。だが妻は嫌な笑いを浮かべてこう言ったのだ。あなたは本当に私のことを見ていないのね。悲しくなるくらいだわ。何度も相談したのに。私は結婚前からステンドグラスのスクールに通って勉強していたの。確かにステンドグラスの勉強をしていることは聞いていたが、それが何だというのだ。結婚して2年した頃、母に子供の面倒を見てもらって、少しずつ自分で作ったものをネットで売って、今では結構な収入になっているのよ。あなたよりも多いと思うわ。その話を聞いて、これは眉唾だと思った。妻にそんな裁量があるとは思えない。ところが妻は笑いながら通帳を見せてくれたのだった。だから本当ならあなたからの養育費なんて必要とはしていないんだけど、養育費は私がもらうものではなくて子供たちのためのお金だから、やっぱりちゃんといただいた方がいいと思うの。そういう妻の顔は俺が見たことのない計算高さを持ったものだった。俺の知っている妻は世間知らずで、俺が言うことが全ての何もできない女だったのに。それはあなたがそう思うように作っていたのよ。あなたは自分の特技に溺れて人を見る目に長けていると思っていたようだから、そう思わせておいた方が結婚生活もうまくいくと思って。でもまさか一緒に暮らしているのに、そんなことにも気がつかないなんてね。そんなバカな。俺は今でも初対面の人のことをピタリと当てることができるんだぞ。そこね。あなたは初対面の人のことは分かっても、いつも一緒にいる私のことは全く分かっていなかったんですよ。自分はこんなにすごいんだっておかしなプライドに溺れて、本来見えるものが全く見えていなかったのね。かわいそうな人。妻はそう言うと冷たい笑いを俺に向けた。俺は言い返す言葉もなく呆然と妻を見つめていた。つまり俺はうぬぼれや自己過信によって自分の策に溺れ、よりどころがある家族を失ったというわけか。俺は肩を落としながら街をぶらついていた。吹きつける風は生暖かく、まだ夏には遠いというのに、すぐそこに夏が待っているように感じられた。そんな俺に声をかけた者がいた。駅から伸びる通路の脇に小さなテーブルを出した占い師。打ちひしがれた俺は格好の獲物なのか、しょぼくれた俺に声をかけ、金を巻き上げようとしているらしい。ところが占い師は俺を椅子に座らせることもなく、笑顔でこう言ったのだ。自己過信により失敗したようですね。でもあなたには栄光の女神が素晴らしいチャンスを用意してくれていますよ。そう言ってテーブルの上に置かれた一枚のカードを指さした。そのカードには椅子に座っている気品高い女性の絵が描かれていた。俺は何を言っているんだと鼻で笑うと、その場を後にした。それからというもの、何をやってもうまくいかない俺だったが、
唯一の救いは子供たちに会えることだった。子供たちに会うために必死で働き、月に一度の子供たちとのデートを満喫していった。そんな俺に対して夏美は、つまらない男になったわね、と蔑みの目を向けて去っていったのだが、俺はそれでもいいと思った。人をバカにしていた罰が今の境遇ならば甘んじて受けなければならない。子供たちの父親として自分を律することも必要だろう。こうして十数年が過ぎた今、あの時占い師が言った言葉を思い出すことがある。栄光の女神が素晴らしいチャンスを用意してくれていますよ。その言葉の通り、俺は今素晴らしいチャンスを得ようとしている。それは決してありえない素晴らしいチャンスだ。今度こそこのチャンスを真剣に受け止め、二度と失うことのないようにしっかりと掴んで離さないようにしようと思う。なぜなら失って初めて知ったこの思いは別れた妻への愛だったのだから。そして二度と失いたくないと思うこの思いも別れた妻への愛。今俺は子供たちの応援で別れた妻に二度目のプロポーズをしようとしている。何の策も持たず、何の計画もなく、ただただ俺の心からの言葉を彼女に受け取ってもらうために。空は青く澄み渡り、桜の散る向こうに子供たちと愛しい妻の姿が見える。いかがでしたでしょうか。このカードは策に溺れることへの危険を暗示し、強すぎる自己過信がマイナスに作用することを示唆しています。また正位置の場合、栄光の女神が素晴らしいチャンスを用意していることも伝えています。面白かったと思ったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。それでは次のお話でまたお会いしましょう。